何と言っていいか分かりません。どうも皆さんお世話になっております。ノンタボードゲームチャンネルです。この動画を撮影しているのは2021年の1月です。先日新型コロナウイルスという緊急事態宣言が出たことは皆様ご存知だと思います。このボードゲームカフェもですね、いろいろと打撃を受けているようです。そこで今回ですね、僭越ではありますけれども、ボードゲームカフェを経営されている皆様に決して負けないでほしいという、そんなことをですね、ちょっとお話しできればなと思っております。現在ボードゲームカフェですとかボードゲームバーを経営されている皆様が今以上にモチベーションが上がっていただければありがたいかななんていうふうに思っております。それではですね、今回も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは始めましょう。ノンタボードゲームチャンネルスタートです。それでは今回はですね、ボードゲームカフェを経営されている皆様に決して負けないでくださいという、そんなお話をしたいと思います。新型コロナウイルスによって多くのボードゲームカフェが影響を受けましたということをですね、動画で取り上げました。それからですね、先月2020年の12月にはそれから7ヶ月が経過してどうなったみたいな動画も上げたことがあります。その動画からですね、約1ヶ月でこんなテーマを上げたのにはですね、Twitter のツイートの記事が元となっています。それがこちらですね、熊本県のボードゲームカフェハローハロー様のツイートですね。内容を読みますと、時短要請や営業自粛何度繰り返せばいいのでしょうか。私はもうどうすればいいか分かりません。このまま店を維持していく気力がなくなっています。こうやって精神が削られ病んでいくのだなと思います。常連さんに支えられてここまで来ましたが、そろそろ限界なのかもしれません、精神的に、ということがですね書かれています。こちらのハローハロー様なんですけれども、熊本初であり熊本唯一のボードゲームカフェだそうです。そしてですね、福岡の天神にはマーダーミステリーの専門店ハローハローミステリーというですねお店も経営されているそうですね。このツイートを見るだけでも相当ですね悲痛な状況なのかなっていうのがですね見て取れます。ただこの状況というのは今回のこのハローハロー様に限ったことではないようです。いろいろとですねツイートを見たりですとかインターネットの記事とか見ていますと、どこもですね相当厳しい状況があるっていうのがですねちらほら見受けられます。今月2021年1月には新型コロナウイルスの緊急事態宣言が再度発令されましたけれども、それによってですね営業時間の短縮をですね要請されたというのは皆様ご存知だと思います。それによってですね多くの店がその要請を受けてですね20時までの営業時間ですよですとか、あとはですね平日は休みにして週末土日祝日だけ営業しますといったお店も見受けられます。この三河の場合は土日以外の平日は夜間のみ営業していますので、お客様がですねご来店される時間帯というのがだいたい20時から21時ぐらいです。仕事帰りですとか、学校終わりの学生さん方がですねお越しいただくのもだいたいその時間かなと思います。おそらくこれは三河に限ったことじゃなくてどこもですね夜に営業しているボードゲームカフェは同じだと思います。フラッと気軽に寄れるっていうのがボードゲームカフェの良さなんじゃないかなと思うんですけれども、やはりその時間帯集中してしまうと、クラスターの危険性があるというのは分かるんですけれども、お店側としてはこの一番人が集まるだろうという時間帯に営業がしづらいというのはなかなか厳しいんじゃないかなというふうにですね私は思います。とはいってもですね、これは皆様の方がより分かっていると思いますけど、今回ですねこの新型コロナウイルスによる影響というのは何もボードゲームカフェに限ったことではないです。私もですね周りにいる他の業種の方々の話を聞くと、仕事が9割減ったですとか、あとはですね給料が大幅にカットされたですがボーナスが出ないとかですね、そういったですねちょっとネガティブなことばっかり聞こえてきます。もちろん全く影響が出ていないっていう業種があることも事実です。ですけど、飲食業ですとか飲食関係のお仕事されてる方ですとか、観光ですとかエンターテインメントといったですねそういった業界は大打撃を受けたというのは皆様も重々分かっていると思います。ニュースを見ると今回の新型コロナウイルスによって失業した方が8万人を超えているだかっていうのも聞いています。私の周りで新型コロナウイルスの影響で失業したっていう方がいないのであまり実感はないんですけれども、一日でも早くですね新型コロナウイルスが収束してまたですね景気が少しでも戻ってほしいなと願うばかりではあります。そして何よりも私自身がこのことを口にするっていうのは本当心苦しい時もあるんですけれども、他の業種のことをお話ししていますけど決してこの三河も高みの見物ではないということをお伝えいたします。三河もこの新型コロナウイルスの影響はちゃんと受けています。この三河というお店は国道12号線にありますので窓からですね外の様子ってのは見えるんですけれども、夜の7時ぐらいでしょうかね、19時ぐらいになるともう人も歩いていなければ車も通っていないという、どうしたんだこの現状はっていうような状態になってます。地元の方の中にはですね、冗談ではありますけど未来はこうやって誰も歩いてないのが普通になるんだよみたいなことをですね言った方いますけれども、まさかこんな早く来るとは思わなかったです。いくら新型コロナウイルスの影響があるとはいえ本当に寂しくなってしまったなというのは私自身ちょっと胸が痛いところではあります。
ただ今回の動画のテーマは新型コロナウイルスによって全国のボードゲームカフェの大半が影響を受けたということで、負けないで頑張ってほしいということでですね、テーマとして取り上げさせていただきましたけれども、実際ですね、原稿を書いて、そして今こうやって撮影していますけど、撮影しながらちょっと疑問に思うこともあるんですよ。もしかしたらこの動画を見ている方の中にはボードゲームカフェやっているんだけれどもちょっと経営が苦しいっていう方もいるかもしれません。あるいはボードゲームカフェでないにしろ今自分の会社ですとか、あるいはお店、商売とかが厳しい状態にあるっていう方に頑張れとか負けるなっていう言葉がかえって追い打ちをかけてしまうような気もしてなりません。それなので負けるなとか頑張れとかそういったことは今回は言わないようにします。ですけどこれだけはお互いにやっていきたいなと思っていることがあります。それは前を向いていきましょうっていうことです。一人で塞ぎ込んでしまうと自分だけがこんな苦しい思いをしてるんじゃないかっていうふうに思ってしまうことあるかもしれません。私自身何回もそんな思いしたことあります。新型コロナウイルスが騒がれる以前からこの三河はたまに一人もお客様が来なかったっていう日もあったりしました。そうやってですね、一人も来ない日があったりするとなんか自分だけがこうやってポツンと取り残されてるんじゃないかなって思ってしまうんですよ。ですけどよくよく聞いてみると他のお店もいやうちも今日一人も来なかったわってお店もあったりします。これはおそらくお店の経営続けてたら全然お客さん来なかったっていう日もあったりすることは避けられないと思います。ただお店によってはですね、経費がものすごくかかっているからこれ以上お店を続けていると赤字が増えるだけだって思う方もいるかもしれません。そういった方に頑張れとか負けるなとかお店は続けろっていうのは酷な話だと思います。おそらくですけど新型コロナウイルスの影響っていうのは下手したら2021年、あるいはですね来年2022年まで続くんじゃないかなと思ってます。ですので今後ですねボードゲームカフェを経営されている皆様は続けていくのかやめていくのかは皆様の判断によると思います。ただお店を続けたにしろやめたにしろ、これからの人生明るくなるんだって前向きに考えていきましょう。やはりお店を続けてるといいこともたくさんありますけど悪いことも経験してきました。ですけど悪いこと、あんまり良くないことですよねがあった時にはよしこれから状況を良くしていこうというふうにですねやってきたつもりではあります。私の方からボードゲームカフェ経営苦しいならやめたらとか赤字が膨らんでも続けろとかそんなことを言うつもりはないです。そもそも言う権利がないです。ですけどこんな状況だからこそ何かできることってあると思うんですよ。ボードゲームカフェの経営が苦しいだからやめようだと本当に終わってしまいます。そうじゃなくてボードゲームカフェの経営は苦しいだから今何ができるかなだと思うんですよね。私の場合はお客様がですね来ない時間とかは自分の作業もあったりしますけど新しい事業に向けた勉強だったりですとかいろいろ準備をしたりもしています。これが正しいかは分かんないですけども、ですけど厳しい今だからこそ何ができるのかなっていうのを一緒になって考えていきましょう。なんか最後まで何を伝えたいか分からなくなっちゃいましたけど、どれだけモチベーションの上がるメッセージになったか分からないですけれども、ボードゲームカフェを経営されている皆様へ、そしてですね何よりも私自身に向けてこの苦しい状況を乗り越えるメッセージになればと思っています。さていかがだったでしょうか。なんか不時着したまま終わったような感じでしたね。なんかもっとかっこよくて気が利くようなそういった言葉を最初用意していたんですけれども、頑張れとか負けるなとかそんなことを書いてたんですよ。ですけど辛い時に頑張れとか負けるなっていう言葉はかえってその人のプレッシャーになったりですとか精神的負担が重くなってしまうと思ってるんですよね。私自身そんな経験何回もしてきています。もう辛くてどうしようもない時に頑張れとか負けるなとかやりきれとか最後までやるんだお前はとかって言われてもむしろなんか自己否定まで起こってしまうようなそのぐらいの気持ちになったこともあります。そんな経験があるからこそ原稿に書いてあった頑張れとか負けるなっていう言葉はちょっと安易すぎるなっていうふうに判断しました。私個人的にはボードゲームカフェは一軒でも多く残ってほしいですし、もっとですねボードゲームのお店って増えてほしいなと思ってるんですよ。そうすることによって多くの方がボードゲームに触れる機会が増えるので結果としてボードゲーム人口が拡大していくと思ってるんですよね。そこをボードゲームカフェがどんどんなくなっていくってなるとその分市場も小さくなっていくんじゃないかなって考えています。新型コロナウイルスによって多くのお店が打撃を受けたと思いますけど一軒でも多くボードゲームカフェが残ってそしてですねボードゲーム人口がより拡大していけばななんていうふうに思うところではあります。厳しい状況にある方多いと思いますけど頑張れとか負けるなは言いません。お互いに前を向いていきましょう。それではですねチャンネル登録とまた次の動画よろしくお願いいたします。のんたボードゲームチャンネルでした。のんたボードゲームチャンネル。このチャンネルはボードゲーム占いのカフェ&バー三河屋の協力でお送りしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。